こんにちは。FMT 整体の柴田ゆりえです。今回は股関節を柔らかくする方法について紹介していきます。股関節を柔らかくすることは、基礎代謝の向上、むくみの解消、腰や膝の痛みの解消、冷え性の改善、生理痛の緩和、歩きづらさの解消などにもつながりますので、しっかり取り組んでいきましょう。FMT 整体に来院される患者さんとお話をしていると、私股関節硬いんですとおっしゃる方が多いんですが、この股関節の柔軟性は健康のバロメーターとも言われています。股関節は人間の体の中で最も大きい関節で、股関節周辺の筋肉と連動して上半身を支えたり、立つ、歩く、走るといったあらゆる動作をサポートする要になる部分なのですが、現代の生活は長時間のデスクワークなど股関節を大きく使う動きがあまりないので、固まっている方が多いです。だからといってぐいぐい無理やり柔らかくしようとして柔らかくなる場所ではないので、今日は効果的な緩め方を紹介していきます。一般的に股関節の体操として有名なのは、こうやって組んでですね、こうやって動かすような体操であったり、上からぐいぐい押すことで伸ばしてもらったりとか、こういった形が多いんじゃないかと思いますが、こういったストレッチは無理をすることで一時的に緩むことはあっても、後で股関節周りの筋肉が硬くなってしまう可能性が高いです。股関節を柔らかくしていくポイントは、無駄な力や緊張を入れずに動かしてあげることです。今から体操を行っていきますが、まずビフォーアフターやる前の状態ですね、そちらを覚えておいていただきたいので、足と足の裏を合わせてスッと腰が立つ位置ですね、この辺りの体勢を取った時の感覚、やる前の感覚を覚えておいてください。腰回り、股関節周りの感覚ですね、力を抜いた時の状態を覚えておきましょう。で、よく感覚がわからないっていう方はですね、鏡だったりとかどなたか見てくださる人がいれば、この膝の位置とですね、この床の離れているこの高さ、この自分の足の角度ですよね、どれぐらい開くかっていうところをですね、覚えておいてください。では体操を始めていきます。で、これ今からですね、背筋を伸ばしていただいて、足の裏と裏を合わせて座ります。で、この時に足の位置なんですが、引き寄せることが可能な方、力を抜いて引き寄せられる、楽に座骨で座れる位置をですね、探してください。座骨はこの座った時に床のところに当たるお尻の骨ですね、これ骨盤があったら、この座骨、この下のところのこの2個の骨ですね、これを立てるような形で座れる位置を探してください。で、そもそもこれ硬い方はこのままだともうこうやってね、腰が丸まってしまうよっていう方いるかもしれません。この腰が丸まってしまって、そもそも立てることができないよという方はですね、お尻の下にこういった畳んだバスタオルだったり、正座クッションみたいなものでもいいんですけど、ちょっと段差をつけていただくことで少し腰が立てられるようでしたら、そういったものをお尻の下に入れて行ってください。無理にこの足をぐいぐいと開く必要はありません。緊張が起こってしまうので、自分が楽に座れる位置を取ります。この座る位置が決まったらですね、足のところをちょっとバランスを取るために持っていただいて、左右にこの床についた座骨で足踏みをするような感じ、この他の部分とかを動かすというよりは、座骨で足踏みをするような感じで左右にゆらゆらと揺れていきます。最初は小さい揺れから始めていきましょう。座骨に体重を乗っけていくような感じですね。だんだんと余裕が出てきたら、力を抜いたまま左右に大きめに倒せる方はゆっくりと倒していきましょう。じっくり座骨に体重を乗っけていくような感じですね。この左右の揺れ、心地よくゆったり、無駄な力が入らないように座骨で足踏みをしていく感じです。無理に大きく揺らそうとしなくてもいいので、力を抜いて足踏みをしていきます。これをですね、30秒から1分ぐらい気持ちいい感覚を味わいながら左右にゆらゆらと揺れていきます。30秒から1分揺らしていただいたら止まっていただいて、もう一度力を抜いてみましょ
早い方だとこの時点でこの両膝の位置が下がって開くような感覚があったり、骨盤が立ちやすくなっている、楽に座れるようになっている方、その感覚を感じられる方もいらっしゃると思います。今すぐ効果を実感できないよっていう方も、まずは3日、そして1ヶ月ほど頑張って続けてみてください。隙間時間、空いてる時間だったりお風呂上がりとかこまめに行っていっていただくと、だんだんと体が動きやすくなっていったり、股関節が柔らかくなっている感覚を実感してもらえると思います。繰り返しになりますが、ポイントはできるだけ無理をせず気持ちよく動かしてあげることです。無理をすれば柔らかくなるというものではないので、気持ちよく心地よく行っていきましょう。続けることで股関節が柔らかくなっていき、姿勢や体の動きも変わってきます。ぜひ行ってみてくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。